山奥にひっそりと佇む村に一人の青年が住んでいた。彼は山奥にある村で両親と共に平和な毎日を過ごしていた。しかしある日、魔物の軍勢の襲撃によってその平穏は崩れてしまう。村人たちは魔物の襲撃から守るために彼を地下倉庫にかくまった。彼の幼なじみエルフのシンシアはモシャスの呪文で彼の姿に変身することで身代わりとなり、魔物から彼の命を救った。魔物たちが去った後、村には何も残っていなかった。彼は魔物たちを倒すことを心に決め、一人旅へと出た。美人姉妹と信じる心。故郷を失った彼は一人で旅をしていた。そしてエンドールの町にたどり着く。そこでよく当たると評判の占い師に出会い、彼は自分の運命を占ってもらった。あなたの周りには7つの光が見えます。まだ小さな光ですが、やがて導かれ大きな光となり、もしやあなたは。占いの内容から占い師は彼が伝説の勇者だと見抜く。彼女はミネアといい、姉のマーニャと共に暗黒の力に対抗すべく旅をしていた。カジノにいたマーニャも合流し、彼らは地獄の帝王の復活を阻止するため共に旅をすることになった。砂漠を渡るには馬車が必要だった。馬車を持つホフマンに協力を仰いだが、彼は他人が信じられないという。そこで彼らはホフマンが人間不信に陥るきっかけとなった洞窟へと向かった。ところが洞窟の中でミネアとマーニャとはぐれてしまった。しばらく進むと2人と合流できたが、それは魔物が化けた姿だった。これがホフマンが他人を信じられなくなった原因だったのだ。魔物を倒し、無事2人とも合流することができた。洞窟の奥に進むと宝箱の中に信じる心を見つけた。宿に戻りホフマンに信じる心を渡すと、彼は立ち直り馬車の提供と旅への同行をしてくれることとなった。転売商人と灯台の虎。馬車を手に入れた彼らは砂漠を渡り、港町コナンベリーにたどり着いた。しかし灯台には魔物が住み着き、邪悪な光を出していたため港は使えなかった。彼らが灯台に乗り込むと、そこで商人のトルネコに出会った。そしてトルネコから邪悪な炎を打ち消してほしいと依頼される。住み着いた魔物を倒し、聖なる種火を灯すことで邪悪な炎を打ち消すことができた。コナンベリーに戻ると住人から感謝され、さらにトルネコから仲間にしてほしいと打診があった。その申し出を快諾し、彼らはトルネコの船で新たな大陸を目指し出港した。おてんば姫と人食い箱。彼らは海を渡り小さな町ミントスを訪れた。ここでホフマンとは別れることになった。宿屋に行くと病に苦しむ神官クリフトとその看病をしているブライがいた。ブライに話を聞くとクリフトの病気を治せるという薬を王女アリーナが探しに行ったという。アリーナの手助けをしてほしいとブライに頼まれ、彼らはブライと共にソレッタへ向かうことになった。ソレッタはどんな病気も治すことができるパデキアの特産地だったが、パデキアは5年前の干ばつで全滅してしまい、貧困が続く状態になっていた。ソレッタの王に会いに行くと、前の王がもしもの時にと南の洞窟にパデキアの種を保管していたということが分かり、彼らは南の洞窟へと向かうこととなった。パデキアの種が保管されているという洞窟に行くと、アリーナも別のパーティーを組んでここに来ていた。
こちらも洞窟の探索を進めていく。そして洞窟の奥で保管されていたパデキアの種を手に入れることができた。ソレッタに種を持ち帰ると、ソレッタ王は歓迎し、早速畑に植えてくれた。するとみるみるうちにパデキアが成長し、パデキアの根っこを手に入れることができた。ミントスに戻り持ち帰った根っこをクリフトに与えると、彼の病は瞬時に治った。アリーナも合流し話し合った結果、お互いの目的が合致していることに気づき、アリーナたちと共に冒険することになった。終結の導かれし者たち。キングレオ城にたどり着いた彼らを待っていたのは、ホイミンと名乗る一人の青年だった。彼からライアンが単身城内に乗り込んだこと、そして魔法の鍵があれば忍び込めることを教えてもらった。ミネアとマーニャの父エドガンの秘密の研究所で魔法の鍵を手に入れた彼らは、キングレオ城内に忍び込むことに成功した。そこには奮闘するライアンの姿があった。ライアンは彼が伝説の勇者であることを知り仲間に加わった。そして王の間に進むと、ミネアとマーニャの因縁の相手キングレオがそこにいた。ライアンが兵士たちを引きつけている隙に、キングレオと激しい戦いを繰り広げ、死闘の末にキングレオを打倒した。こうして8人の導かれし者が揃った。キングレオ城の大臣を問い詰めると、バルザックがサントハイム城にいることが判明し、彼らはすぐにそこへ向かった。城に踏み込むと、そこは魔物たちの巣窟と化しており、かつての平和な城の面影はどこにもない。覚悟を決め進んでいくと、王座の間でバルザックが待ち構えていた。やはり来たか、エドガンの娘よ。再びこうして相まみえるとは。バルザックは進化の秘宝で姿を変え、巨大な魔物となった。戦いは激しく、バルザックの攻撃は苛烈だったが、彼らの連携と決意で少しずつ追い詰めていき、最後にはバルザックは地面に崩れ落ちた。その時ミニデーモンが現れ、実験は失敗したようだ。デス・ピサロ様に報告せねばと言い残し、どこかへ去っていった。デス・ピサロ勇者はその名を口にし、次なる戦いを決意した。王様を笑わせろ。水の都スタンシアラには天空の兜があった。そして王様を笑わせられれば何でも手に入るというお触れが出ていた。勇者は王様の前に立ち、思いつく限りの冗談を言ったが、王様を笑わせることはできなかった。そこでモンバーバラの劇場に行き、大道芸人のパノンをスタンシアラまで連れてきた。さあ早く笑わせてくれという王様に、パノンはお言葉ですが王様、私には王様を笑わせることなどできませんと答えた。ですが私を連れてきたこの者たちならきっと笑わせることができるはず。この者たちは世界を救い、人々が心から笑える日を取り戻してくれるでしょう。王様はパノンが王様の心を見抜いたことに感心し、勇者に天空の兜を授けてくれた。イムルの不思議な夢。イムルの村に立ち寄った時、おかしな夢を見るという噂で村中が持ちきりだった。疲れた彼らは宿屋に泊まり、夜の静寂の中深い眠りについた。夢の中、塔には美しいエルフが立っていた。一人の男が現れ、静かに笛を吹き始めた。すると目の前に階段が現れ、その男は塔の中へと入っていく。いい子にしていたか、ロザリー。ピサロ様。ロザリー、私は人間を滅ぼすことにした。間もなく世界は裁きの炎に焼かれるだろう。お前はここに隠れているのだよ。誰かピサロ様を止めて。このままでは世界は滅んでしまう。お願い、誰か受け止めて、私の願いを。その切実な叫びが響いた瞬間、勇者は目を覚ました。冷や汗をかきながら周りを見ると、仲間たちも同じように目を覚ましていた。
全員が同じ夢を見ていた。女だけの城。バトランドにはかつて天空の盾があったが、先々代の王がガーデンブルグの女王に送ってしまったそうだ。ガーデンブルグは東にある山奥の城で、女性だけが住む城だという。彼らは急ぎその城へ向かうことにした。ガーデンブルグ城とはかつて洞窟で通じていたが、火山の爆発で洞窟が塞がってしまった。しかし彼らはマグマの杖を使って岩山をどかし、道を切り開いた。ガーデンブルグ城に到着した彼らは城の女王に面会を求めた。しかし女王は、この国がこうしてあるのは外からのいざこざをあえて断ち切ってきたからこそと取り合ってくれなかった。失意の中、城内を歩いていると一人の男に、タンスの中を調べてごらんなさい。面白いものが入っていますよ。と声をかけられ見てみたが、そこには何もなかった。部屋を出ようとするとシスターが入ってきて泥棒に間違われ、牢屋に入れられてしまった。しばらくすると牢屋から出され女王に呼び出された。そこでシスターのブロンズの十字架を盗んだという濡れ衣を着せられていることが分かった。彼らは盗んでいないことを主張し、犯人を見つける機会をもらったが、仲間の一人を人質に取られることになった。ガーデンブルグ城の南に位置する洞窟を探索したところ、男がブロンズの十字架を抱いて寝ていた。彼を問い詰めると戦いになったが勝利した。犯人を女王に突き出すと、仲間を牢屋から助け出すようにと最後の鍵をもらい、さらに城の地下にある天空の盾も持って行ってよいと言われた。その後、女王は勇者たちに魔族が住んでいたというロザリーヒルの話をしてくれた。そこには何があるのか。女王の言葉に勇者たちは新たな冒険の予感を胸に秘め、再び旅立つ準備を始めた。ロザリーの願い。勇者たちはかつて魔族が住んでいたという村、ロザリーヒルを訪れた。村の中心にそびえ立つ塔を見つけ、夢で見た光景を思い出した。勇者が笛を吹くと、夢と同じように隠し階段が現れた。塔の上階には手強いモンスターが待ち構えていたが、激しい戦闘の末勝利した。その奥には美しいエルフがいた。彼女の名前はロザリー。ロザリーは彼らを見つめ、静かに語り始めた。世界が魔物たちによって滅ぼされようとしているのです。魔物たちを操っている者の名前はピサロ。今はデスピサロと名乗り、進化の秘宝でさらに恐ろしい存在になろうとしています。彼女の瞳には深い悲しみと絶望が宿っていた。どうか彼を止めてください。世界を救うために。勇者たちはロザリーの頼みを真摯に受け止め、再び旅に出る決意を固めた。潜入デスパレス。勇者たちは魔物たちが住む城があるという島に上陸した。彼らはリバーサイドという川沿いの村に立ち寄り、そこで巨大な人影が歩いていたという目撃情報を耳にした。興味を抱いた彼らは島の奥へと進み、湖のほとりに巨大な像を発見した。近づいてみると、その像の内部は塔のような迷宮になっていた。勇者たちは像の中に入り、その迷宮を探索していく。やがて操縦室のような部屋にたどり着いた。そこにあるスイッチを押すと、巨大な像は突然歩き出した。巨大な像が湖を渡り、彼らは無事対岸にたどり着くことができた。勇者たちはついに魔物たちが住む城デスパレスにたどり着いた。デスパレスの内部に潜入するために、彼らは変化の杖を使い、魔物に化けることにした。魔物たちを騙すことに成功し、集会に紛れ込むことができた。しばらく待つとピサロが現れ、威厳のある声で演説を始めた。諸君、たった今、鉱山の町アッテムトで大変な事態が起こった。地獄の帝王エスタークがよみがえったらしい。どうやら人間どもが地獄の世界を掘り当ててしまったのだ。とにかくアッテムトだ。エスターク帝王を我が城にお迎えする。ピサロはそう言うと、ルーラの呪文を唱え、瞬く間にその場から消え去った。
キサロの言葉を聞いた勇者たちは驚き、そして緊張が走った。地獄の帝王エスタークが復活するなど、あってはならないことだ。よみがえる地獄の帝王。鉱山の町アッテムトにたどり着いた勇者たちは、町が魔物に襲われ荒廃している様子に衝撃を受けた。辺り一面が荒れ果て、人々の悲鳴が響いていた。探索を続ける中で瀕死の甲府を見つけた。仲間がすごいものを掘り当てたけど、その後すぐに魔物たちがやってきて、それだけ言うと彼は息を引き取った。急ごう。勇者は仲間たちに呼びかけ、鉱山の中へと進んだ。彼らが奥へ進むと巨大な遺跡が発掘されていた。さらに遺跡の奥深くに進むと、目を閉じて静かに佇む地獄の帝王エスタークと、そこに群がる魔物たちの姿があった。魔物は勇者たちの接近を察知し、警告の声を上げた。これ以上近寄ってはならぬ。エスターク帝王が目覚めるまで今しばらくかかりそうなのだ。このままではエスタークが目覚めてしまう。アリーナが拳を握りしめた。勇者たちは武器を構え、魔物に立ち向かった。魔物をすべて倒し、彼らはついに地獄の帝王エスタークと対峙した。エスタークはまだ目を閉じていたが、その圧倒的な存在感が彼らを襲った。今だ。エスタークが完全に目覚める前に叩き込むんだ。勇者は叫び、仲間と共に攻撃を仕掛けた。エスタークがゆっくりと目を開き、怒りの方向を上げた。しかし彼らの連携と勇気がその猛威を押し返した。激しい戦いの末、勇者たちはエスタークを倒すことに成功した。というわけで、ドラクエ4の AI 動画のエスターク討伐までの総集編をお届けした。かなり長くなったけど、まだまだ続くのだ。ここまで見てくれた人に感謝する。この後は一旦ファイナルファンタジー4の AI 動画を作っていく予定だ。その後でドラクエ4の続きを作るからちょっと待っていてほしいのだ。皆さんの意見を反映しながら作っていくから、このキャラはこんな感じとか、この作品が見たいという意見があればぜひ教えてほしい。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。